から皆さんこんにちは。空飛ぶ投資家クラウドです。今回も深淵なる投資の世界を覗いてみましょう。今回のテーマはこちらですね。米国株式市場の現実というテーマでお送りしていきたいと思います。ほとんど全てのヘッジファンドが負けている。負けているっていうのはちょっと語弊がありますけどね。はい、この動画最後まで見るとですね、米国株式市場の厳しさがわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。今回も IFTA に許可をいただいてですね、この IFTA ジャーナル2020という論文を紹介していこうかなと思います。このチャンネルはですね、投資全般に関わる知識を発信する投資教育チャンネルです。私、クラウドの、独自の目線と考え方をできるだけ分かりやすくお伝えしようと思います。投資に対する悪いイメージを変えたい、個人投資家が集まって知識を共有すれば世界を変えられる存在になるはずという思いからですね、日本一の個人投資家集団ができたらなと思って活動しております。お知らせです。今ですね、無料のオンラインコミュニティをやってまして、主に週末こんな感じでね、交流してます。で、YouTube でもですね、私のトレード手法を公開していきますので、今のうちにチャンネル登録と LINE 登録していただけたらなと思います。こちらのスラックのコミュニティでですね、もうトレード手法は公開してますので、もっと早く知りたいよという方は、ぜひ LINE 登録をお願いします。早速ですね、本題に入りたいと思います。そもそも、まず質問なんですけれども、なぜあなたは投資をしているんでしょうか？はい。老後の資金のためでしょうかね。直近の生活資金のためですか？それとも世間で話題になっているからですかね。それともはたまたお金持ちになりたいからですかね。ちなみに私はこちらですね。お金持ちになりたいという安易な気持ちで始めたわけですね。FX 株先物オプションとね、いろいろやってるんです。もちろん口には出せないほどの資金を失いました。はい、投資に関することはもちろんなんですけども、金融や経済の知識ましてお金の知識すらもありませんでした。つまりですね、安易な気持ちで投資を始めてしまったわけです。だからこそ痛い目に遭うわけなんですよね。今思うとこの言葉につきます。ズバリ、勉強不足です。勉強不足です。もちろん今も私は常に、勉強しているという状況になりますね。はい、世の中お金を稼ぐのに簡単なものなどないと。痛感したわけです。だからこそあなたとですね、知識を共有したいと思っています。ということでですね、論文を読んでいきましょうと。はい、今回紹介したいのはこちらですね。2020年ですね。2020年版の、論文になります。タイトルは An Investment Strategy to Beat the US Stock Market for Investors and Professionals。はい、こちら意訳するとこんな感じですね。すべての投資家とその道のプロのための米国株式市場に打ち勝つ投資戦略というタイトルですね。はい。で、こちら赤線のところをね、軽く訳したものですね。プロであるファンドマネージャーですら、アメリカの株式市場に打ち勝つのは難しいと。これは統計的にも示されており、ここ10年を見るとですね、アクティブ運用をしているヘッジファンドですね。ヘッジファンドの 97% 以上がアメリカの株式市場を上回る成績を出せていないと。もちろん個人投資家はいいはずがありませんよねと。はい。で、こちら、下の方ではですね、この論文では長い期間にわたってアメリカの株式市場に打ち勝つ戦略を作ることを目的とするといった論文になります。で、今回はですね、こちらの下の方はですね、ちょっと割愛させていただきます。またご要望があればですね、紹介しようと思うんですが、コメント欄にね、コメントいただけたらなと思います。この手法をですね、この論文でしっかり作ってるんですよね。テクニカル分析を使って、あと、リレーティブストレングス、セクターローテーション、キャピタルマネジメント、資金管理ですね。資金管理を使って、この論文書いた人なりのね、戦略を作っているわけなので、それをまた別の機会でね、紹介しようかなと思います。また要望があればね、紹介しようと思いますね。はい、今回お伝えしたいのはこちらの上の部分ですね。本当にそうなのかっていうところをですね、データで見ていこうと思います。こちらが、データになりますね。こちらが右の表になります。こちら表がですね、2017年の12月29日時点での、データになりますね。で、この下の方に書いてあります。Past performance is no guarantee of future results。ここにね、アメリカのこういう投資情報とかに関しては必ずこの文言が書いてあります。私のこの動画の一番最初にも英語で書いてありますね。過去の、成績ですね。過去の成績が、将来の結果を保証するものではないよというわけですね。つまり、その投資は自己責任ですよということを遠回しに言ってるという感じになるんですけども、必ずこの文言が入ってますのでね、ご了承ください。で、テーブル1 represents research conducted by Morningstar と。はい。モーニングスター社。はい。このデータはですね、モーニングスター社によって、得られたものですと。はい。で、モーニングスター社っていうのは、有名なね、投資の会社になりますね。はい。この表は1年から10年という異なる期間、ここに書いてあります。1年、3年、5年、10年と。はい。異なる期間で、ベンチマークよりもいい成績を出せなかったっていうところですね。出せなかったアクティブ運用をしているヘッジファンドの割合を示していますと書いてあるんです。はい。ベンチマークというのはですね、ETF 投資信託やられている方はよくわかると思いますね。基本的には株価指数が多いですかね。株価指数連動型とかね。
いうふうに言われているものですね。はい。で、連動型株価指数よりもいい成績を出せなかった、アクティブ運用している、ヘッジファンドの割合という感じですね。アクティブ運用というのは、このベンチマークよりもより良い成績を目指して運用しているという、運用するというものですね。もちろんその分リスクは増えてしまいます。はい。で、アクティブ運用の反対として、パッシブ運用として、という言葉もありますね。パッシブ運用っていうのは、ベンチマークと同じような成績を出す。もうその分リスクもちっちゃいけど、同じような成績を出しますよというものになりますね。はい。で、こちら、右の表をご覧ください。で、ここの一番右側が一番注目すべきところですね。10イヤー、10年と書いてあります。で、ここに書いてあるね、ざっと紹介しますと、まずですね、ここに書いてある、アメリカと世界に、注目していただきたいんですけども、アメリカのイクイティですね。S&P500 が、ベンチマークと言われる比較対象のものですね。はい。で、S&P500 を比較対象としたものの、投資っていうかね、投資で運用している、アクティブ運用しているヘッジファンドの割合が、ここにね、投資成績が出なかったものですね。いい成績が出せなかった割合を表示していますから。つまりここ10年後ですね。10年後。はい。例えば今というかね、もう10年前に、S&P500 ベンチマークとしてアクティブ運用、それよりもっといい成績を出そうというヘッジファンドに皆さんがお金を預けたとして、ちょうど今10年経った時に、実は 97.8% のヘッジファンドがS&P よりも成績は悪いよというデータになりますね。つまり100社あるとしたらですよ、大体2社しか S&P500 の成績を上回るような運用結果を出せなかったと言ってるわけですね。はい。で、もちろんですね、全世界型も同じです。こちらグローバルリクイティで S&P のグローバル1200とありますね。こちらも10年実に 98.85%、はい、なんですね。98.85% のヘッジファンドが、この指数よりも成績は悪かったよと言っているわけです。これが現実なんですね。で、ここの論文の一番ここのね、書いてありますけども、ヘッジファンドの存在意義が問われるわけですね。こんな割合だったらアクティブ運用するヘッジファンド必要なのっていうふうになりますよね。はい。で、ちょっと整理しようと思うんですけども、ヘッジファンドというのはですね、基本的に私たちよりも金融経済に精通しているプロであるわけです。ファンダメンタルズ。金融経済にプロをね、精通しているわけなんですよね。もう私たちが知り得る知識よりもとんでもない、知識を持っているわけですよね。はい。その人たちがやってもこの成績です。はい。私たちは手に入れることができない情報に、アクセスできる。多少そのアクセスできる、今ね、このインターネットが普及して、いろんな情報にアクセスできるようになりましたけども、やっぱりね、この人たちしかアクセスできない情報はもちろんあると思いますのでね。はい。なので、こういうふうなね、精通しているプロにもかかわらず、この成績だということなんですよね。これが現実なんです。現実ですね。データとしても示されています。で、さっきのね、ご紹介しましたけども、論文の中では、ヘッジファンドの存在意義が問われるわけですよね。ヘッジファンドいるの？はい。で、世間一般的にね、今はちょっと地合いが違いますけども、だったら S&P500、主に株価指数ですよね。株価指数 S&P500 買っておけばいいよね、個人で。個人で買っとけば、その分いい成績出るんだから、ヘッジファンドに任せちゃうと S&P500 をね、ただ持っているよりも悪い成績になっちゃうっていうデータがね、ほとんど出てますから、こういうふうに言われているわけなんですね。だったら S&P500、主に株価指数、連動型パッシブ運用の ETF だったり投資信託買っとけばよかったよね、買っておけばいいよね、と世間一般的には言われてしまっているというわけですね。もちろん今はね、ちょっと地合いが違いますからね。今後どうなるかはもちろんわかりませんけどね。はい。で、これが現実だということなんです。現実。プロが運用しても、このね、指数を上回るような成績はほとんど出てないっていうのが現実なんですね。ただ、だからといって個人で株の取引をね、個別銘柄をトレードするなっていうわけではありません。はい、悲観的にね、なる必要はありません。私の考えですけどね。あくまでも、ヘッジファンドの成績、プロの運用会社の成績ということ。で、ヘッジファンドと個人投資家だったらですね、個人投資家にしかできないことはあるわけですね。例えばヘッジファンドっていうのは、人様のお金を預かって、それを運用するわけですから、そのお金をね、預けてもらうために説明しなきゃいけないですよね。私たちはこういう方法でこうなったらロングでこうなったらショートでこうなりますみたいなのを全部ルールでガッチガチに決めて、で、そのルールが来たらもう必ずエントリーしなきゃいけないみたいなね、感じですね。ただ一方で個人投資家は自分がここでチャンスだって思った時だけトレードすればいいわけですよね。はい。なので個人投資家にしかできないことはありますので、はい。なので、あんまりね、悲観的になる必要はないんですけども、ただこれが現実なんだということは、しっかりと理解しておく必要があると思います。はい。で、今回のまとめですね。現実を、しっかりと受け止めた上で、とにかく厳しいんだよ、この投資の世界。
はねっていうところをしっかりと受け止めた上で、勉強しましょうというところですね。はい。で、このチャンネルはね、私が一方的にお伝えするわけではなくですね、情報を共有して、共に皆さんと一緒に切磋琢磨できたらなという思いでやってるチャンネルになりますので、今後ともよろしくお願いしますというところですかね。はい。ということですね、この動画もし良かったと思ったらチャンネル登録していただいて、もし良かったら高評価、コメント等で応援していただけたら幸いです。また次回をお楽しみにという形でですね、無料のオンラインコミュニティでやってますので、もし興味のある方はぜひ LINE 登録してくださいということで、ありがとうございました。